こちらの動画は15カ国語の翻訳字幕が使えます。はい、どうも皆さん、こんにちは。コロソ公式アンバサダーのヒデチャンネルです。今回はコロソの講座の中からイラストレーター、レイタ先生の講座を受講させていただきましたのでご紹介したいと思います。そもそもコロソって何って方も多いと思いますので、簡単に説明させていただきますと、コロソは業界トップクラスの専門家のノウハウをオンラインで学ぶことを目標に作られたビデオオンデマンド型のオンライン教育サービスなんですよね。好きな講座を購入したらパソコンやスマホなど動画を再生できる端末さえあればいつでもどこでも授業を受けることができちゃうんです。そんなコロソの講座の中から今回は非常に人気の高いイラストレーターのレイタ先生の講座を受講させていただきましたので、実際に講座を受講してみて特に良かったポイントを厳選してご紹介していきたいと思います。レイタ先生のイラストはご覧いただければ分かりますように一枚絵にもかかわらずストーリーを感じさせるような構図と今にも動き出しそうな躍動感のあるキャラクターが印象的ですよね。こんな感じの動きのある魅力的なイラストを自分でも描けるようになりたいと思っている人も多いのではないでしょうか。この動画を見ていただければレイタ先生ならではの構図や色彩を操り見る人の心を動かすイラストを描く秘訣をしっかりと学ぶことができちゃいます。レイタ先生のようなイラストを自分でも描いてみたいという方はもちろん、イラストのノウハウを効率的に学びたい方、コロソの講座に興味がある方はぜひ最後までご覧ください。コロソ.global にも対応していますので、英語圏の方もぜひ最後までご覧ください。それではやっていきましょう。ということで、まずは今回受講した講座の講師の先生からご紹介していきたいと思います。今回の講師、レイタ先生は、現在フリーランスのイラストレーターとして活躍されていて、アズールレーンやアークナイツのイラストをはじめ、絵師100人展にも参加されている有名な先生なんですよね。そして今回の講座のカリキュラムは7つのセクション、22本もの動画がセットになったカリキュラムとなっています。レイタ先生が直接講師となって初心者の人でも安心して学べるようにキャラクターイラストの制作で知っておきたい基本の知識からイラストを描く人の中で最も多いお悩みの一つである構図の構成要素のお話や色彩から印象を与える方法、イラストに躍動感を出すノウハウまで構図や色彩を操り見る人の心を動かすイラストを描く秘訣を多彩な例題や実演を通して学ぶことができちゃいます。ということで今回はこの講座の7つのセクションの中から僕が受講してみて特に面白いと思った部分を厳選してご紹介していきたいと思います。この講座の良かったところ1つ目はイラストを魅力的に見せるための構図を作る秘訣が学べるということです。絵を描く人にとって最も多い悩みの一つが構図だと思うんですけど、この講座では絵を魅力的に見せるための構図の考え方についてしっかりと教えてくれているんですよね。そもそも構図とは何かと言いますと、自分が伝えたいことや感情が見る人に伝わるように適切に要素を選んで画面に配置することなんですけど、平たく言うとどんな要素を選んでどう配置するのかということになります。構図によって訴える力が強い、面白い絵になったりとか、逆にごちゃごちゃしてしまってまとまりに欠けた絵になってしまうなど、絵を見る人への伝わり方が全く変わってきてしまうんですよね。ですので、構図は自分が言いたいことを表現するためになくてはならない手段であって、魅力あふれる絵を描くためには必須の知識となってきます。今回の講座ではそんな構図の考え方についてしっかりと学ぶことができるのが最大の強みなのではないでしょうか。こちら、崩壊学園のスチールイラストなんですけど、こちらを例題として構図の基本的な考え方を見てみましょう。絵を構成するときは自分にとって最も重要な要素を強調するということが大切になってきます。この絵の中で言うと、中心にいる大きな人物、これが一番重要な要素となるので、大きく描くことによって最も先に目につくようにしていますよね。そうでない要素は小さく目立たないように描く。この場合は背景と構造物ですね。これらをぼかしてコントラストを低くすることであまり目立たなくしているんですよね。このように形態は大きさや位置を変えて引き立たせたり目立たなくすることができるんです。例えばここに一人の人物がいるとします。画面の中心に大きく置くと画面を支配させることができるので、
この画面を見ればこの人物がこの絵の主役なんだなということがすぐにわかりますよね。逆にこの人物を小さくして隅の方に置いてみましょう。すると周囲の印象に抑えられて弱々しい感じになってしまいますよね。こんな感じで置く場所と大きさによって人物の印象っていうのは大きく変えることができちゃうんです。別の例を見てみましょう。こちらはハルサルヒさんのファーストワンマンライブのファンアートなんですけど、こちらの絵は明暗の調子を用いて視線誘導を行っています。わかりやすくするためにサイドを落とすとこんな感じ。いかがでしょうか？頭の周りに視線が行きますよね。このように背景の暗い部分とスポットライトが当たっている頭部のコントラストを強力にすることによって最も明るい部分が目立つようになるので視線が行きやすいという効果があるんです。そしていい構図を見つけるためには絵の構成要素をいろいろ動かしてみるのがいいと先生はおっしゃられているんですよね。例えばここに3つの要素があったとします。実際にこの3つを動かして構図を探ってみましょう。例えばこのように配置してみると、手前にいる魔人が画面を支配して他の要素が窮屈になったと思います。次は少しずらしてみましょう。これだと中心となる要素がないので、3つの形が互いに干渉し合っているように見えますよね。次はこういう配置。これだとそれぞれが関連付けられてうまくいっているように見えるのではないでしょうか。もう一つ別のパターンで見てみましょう。今度は山と岩、そしてヨットを使って構図を考えます。まずはこんな感じの配置。岩とヨットを小さく置いて山を大きく配置しています。全体を引いて見せる状況説明のような構図になっていますよね。次にヨットを大きくして岩を手前に、そして山を小さく削ります。するとどうでしょうか？一気にヨットの存在感が増したように見えますよね。次は岩を大きく、ヨットを小さく、山はさらに小さくしています。このように岩を大きく前傾に置いて、その他の要素を小さくすることで、岩に意味合いが出てきましたよね。こんな感じで配置の仕方でどれが主役になるのか、どういう状況なのかが全く変わってくるのが分かっていただけたかと思います。このように、まずは配置するものを単純化して、自分がしっくりくる関係性を探ることで、ぴったりとした構図が見つけやすくなるそうなので、皆さんもぜひやってみてください。さらにこの講座では構図の4大要素として画面、奥行き、線、明度についてレータ先生の作品を用いてしっかりと解説してくれていて、構図でお悩みの方にとっては非常に役立つ講座になっているなと感じました。ここから先は講座の核心に触れる部分なので詳しくお見せすることはできませんが、絵を描くときに構図で悩んでしまう方や構図についてしっかり学びたい方にはおすすめの講座となっています。この講座の良かったところ2つ目は、目を引くイラストに必須の要素、視線誘導のテクニックが学べるということです。そもそも視線誘導とは何でしょうか？絵を見るときに視線が流れる方向線を指し、対象物の形や主要な線、服のシワなどで視線をコントロールすることとなるんですけど、要するに画面に書かれたものによって見る人の視線をコントロールするということなんですよね。視線をコントロールするということはイラストの中で大切な役割を占めています。視線誘導の明確な意図がないまま絵を描いてしまうと、思わぬところに生じた強い線によってあまり重要でない部分に視線が集まってしまったり、画面の外へ視線が逸れてしまうということもあるので、見せたいものから見せたいものへリズミカルに抵抗なく視線を動かす働きを作るために、視線誘導は非常に重要なテクニックとなってきます。それではこちらも例題を見てみましょう。こちらに4枚のイラストがあります。山を背にした平地に建物があるイラストですね。まずは1番をご覧ください。
奥の建物に向かって一本の道が続いています。ここでは興味の中心である建物をそのまま指すように視線誘導が使われています。道の端側の線と重ね合わせた雲ですね。これらの形態は見る人の目を直接建物に導くように配置されています。あとは山の形も建物に視線が行くような働きをしていますね。次に2番をご覧ください。ここでは道を右奥へ移動させて雲をまんべんなく配置しています。するとこの配置では建物は目立っていますが、あまり強調はされていないと思います。道の線は建物を恐れて地平線に向かっていますね。そして雲は建物に対して直角になっています。この絵だと建物よりも風景の中の建物が主題と言えるかもしれません。次に3番をご覧ください。この絵では道と山にリズムをつけて配置しています。そして手前に木を配置していますね。こうして線をリズミカルにして見る人の注意を興味の中心へ導いています。そして4番。この絵では線のすべてが水平か垂直になっていることがわかると思います。なので見る人の視線は画面の端へ運ばれていくということになるんですよね。この絵の場合、この建物が視線の向かう場所ではなくて、例えばドライブ中に窓から眺めた風景に現れた建物といった感じに見えますよね。では、これらを踏まえて、実際に先生が視線誘導をどのように作品に活かしているのか、触りの部分だけちょっとご紹介してみましょう。こちらのイラストをご覧ください。こちらはピクシブで開催されたアカシッククロニクルのイラストコンテストの作品ということなんですけど、この絵の場合、視線誘導はどうなっているでしょうか？こちらでは最も明度が高い花火のあたりに目が行くと思うんですけど、次に顔のあたりに視線が行って、ここから翼の流れに沿って視線が行き、反対側の翼からキャラクターに視線が戻ってくるという流れになっていると思います。こうして視線がループする中で、人物に視線が集まるように意識して作っているそうなんですよね。いかがでしょうか？こんな感じで魅力的なイラスト作りには欠かせない視線誘導について講座の本編では先生が実際に描かれた作品をもとに様々なテクニックをお話ししてくれていますので、視線誘導のテクニックの続きが気になる方はぜひ講座の本編をご覧ください。より注目を集めるイラストを描きたいと思っている人におすすめです。この講座の良かったところ3つ目は、色味で表現できる心理効果を学べるということです。皆さんの中にはイラストを描くとき、特にキャラクターに色を塗るときにどこにどのような色を配色すればいいのか悩まれる方も多いのではないでしょうか。イラストの配色は絵描きさんの中では構図と同じぐらい悩んでいる方が多いと思うんですけど、今回のレータ先生の講座では、そんな人に向けて配色の際の決め手となってくる色味で表現できる心理効果をしっかりと学ぶことができちゃうんです。チャプター10からは彩色に関してのレクチャーとなっていて、色に関する知識が全くない初心者の方でも安心して学べるように、色の3要素に関するお話など基本的な部分からしっかりと教えてくれているんですけど、中でも色味で表現できる心理効果の講義が面白かったのでご紹介したいと思います。色にはそれぞれ感じる印象があって、使われ方によって喜怒哀楽の感情を引き起こすことができるんですよね。例えば赤なら熱さ、強さ、情熱、興奮などの意味があって、前向きな印象をもたらしたり、インパクトを与えることができるんですよね。赤色を取り入れることによって気分を高揚させたり、やる気を向上させるといった働きも期待できるそうです。戦隊もののリーダーは情熱や前向きな人物像として描かれているので、その性格を表すように赤色が取り入れられることが多いかと思います。オレンジ色は温かさ、明るさ、元気、活発といった印象を与えてくれると思います。あとは親しみやすい印象を与えてくれる効果なんかもあると言われているそうなんですよね。
こんな感じで各色が与える感情について詳しくお話ししてくれているんですが、これはキャラクターの性格によるテーマカラーや髪の色なんかを決めるときにも非常に役に立つ知識なのではないでしょうか。他にも膨張色と収縮色、陽気と陰気、重さと軽さ、柔らかさと硬さなど、このチャプターでは配色による心理効果を具体例を踏まえてたくさん紹介してくれています。実例としてこちらをご覧ください。この4枚はそれぞれ瞳の色が違いますよね。このように瞳の色を変えると人物の印象も変わってくると思います。赤い目の人物は火の魔法を使いそうですよね。あとはリーダーや主人公っぽい印象もあると思います。続いて青っぽい目の人物。こちらは水や氷といった印象があります。冷静さやクールな性格といった感じでしょうか。緑の目の人物は治癒魔法なんかを使いそうですよね。自然の力を使って戦いそうな雰囲気がします。そして最後に紫の目の人物。魔法の能力に長けていて、どこかミステリアスな印象を受けるのではないでしょうか。このように色の性質でキャラクターの印象を表すことができちゃうんです。講座本編では他にも先生が実際に描かれたイラストをもとに配色による印象操作のお話をしてくれていますので、続きが気になる方はぜひ講座本編をご覧ください。キャラクターの配色で悩んでいる方におすすめの講座となっています。今回ご紹介した講座では他にも実践形式でラフから線画、着彩、仕上げまで1枚のイラストを完成までの作業工程を解説しながら全て見せてくれていますので、イラスト制作に必要な知識が全て網羅できるようになっています。先生のようなカラーイラストを自分でも描けるようになりたいと思っている方はぜひ本編で続きを確認してみてください。ということで今回はコロソの講座の中からレイタ先生の視線を捉えるイラストの構図テクニックを受講してみた感想をお届けしてきましたがいかがでしたでしょうか。このようにコロソの講座は有益な情報がぎゅっと詰まった内容となっているので興味を持たれた方もいらっしゃると思いますが、とはいえ購入するのに心配な部分もありますよね。例えば動画の視聴期限なんかは気になるところだと思います。他の有料の講座の中には視聴できる期間が決まっているものもあって、そういうサイトだと講座を購入したはいいけど、忙しくなってしまってなかなか講座を視聴できないまま視聴期限だけが過ぎてしまい、ただただ無駄なお金を払うだけになってしまった、なんていう心配もありますが、コロソの講座は一度購入したものは無期限に、しかも何度でも視聴できます。これなら講座を購入したはいいけど、なかなか時間が取れない人や、後でまとまった時間を確保して一気に見たい人でも安心ですよね。あとは講座のボリュームも気になるところだと思いますが、コロソの講座は1講座につきだいたい20から30本ぐらいの動画で構成されていて、時間にすると約20時間くらいのボリュームになります。今話題のプロの方がこれだけの時間を割いてしっかりと教えてくださっているので、内容に関してはとてもいいものだと思います。価格は各講座ともだいたい2万円前後となっていますが、20時間分のプロのノウハウが直々に学べると思えば、僕はむしろお買い得かなと思いました。この動画を見てコロソの講座に興味を持ってくれた方は、タイトル下の概要欄のところにリンクが貼ってありますので、ぜひチェックしてみてください。期間限定でチャンネル登録者様向けにお得なクーポンも配布しております。こちらのクーポンは今回ご紹介した講座に限らず、どの講座でもご利用いただけますので、気に入った講座があればぜひ受講してみてください。シークレットクーポンはコロソ.global にも対応していますので、英語圏の方も気になる講座があればぜひ受講してみてください。私はイラストレーターのレイタです。コロソでお待ちしております。